カップが多いね。しかも良いカードが多い。意味深なのもあるけど、テーマは愛なのかな。真ん中はね、ワンドが来てて、ちょっと疲れてるのかもしれないよね。オプレッションってなってるね。なんだろう、抑圧とかかな。下はビクトリー、ワンドの6だね。凱旋勝利で。アバンダンス、ハピネス、プレジャー、これだけが唯一ね、カップの10だけが。一番いい、ね、愛の完成形だけど、ちょっとなんかこう、次がないかなっていうような、そういうメッセージが来るね。あなたの成長とお相手さんの成長がずれているかな。お相手さんも成長しているんだよ。だけどあなたとの関係性で落としてしまった課題に今もとらわれてるのかな。意地の悪い意識に偏ってしまえば、きっとあなたはその季節はもう駆け抜けてしまったんだよ。だけどお相手さんはもう一度同じ木漏れ日の中であの時と同じように向き合ってほしいと思っている。でもなぜ向き合ってほしいのか。向き合うなら成長した新たな二人として向き合うべきじゃない。あなたが季節を駆け抜ける中でね、落とした影を拾い上げて、あなたにね、突きつけたいの。突きつけて説明を求めようとしてる。とっても良かったんだと思うよ。きっと今も二人は勝ち続けてるのかもしれない。で、タイのね、位置にもやっぱりね、カップのカード、良いカードが来てて、ただなんかやっぱりちょっと辛い部分があるのかな。あなたが何かせっつかれてる。同じように成長してるんだけど、なんかやっぱりち
ちょっと違う成長の仕方をしたかもしれないね。ね、三角形も逆三角形も愛に満ちてるんだよね。あなたはね、このお相手さんの気持ちが奇妙に思えるかもしれない。ただね、このバイブレーションは愛。愛という原動力が変色してあなたに認められたい。だけど認められない。そんな憎しみへとすり替えられてる。瞬間瞬間ですり替わってしまうんだよね。だから戸惑う。愛、憎しみ、憎しみ、愛。だから詰まってきちゃうんだよね。まあどれも良いカードなんだけど、やっぱ真ん中がちょっと気になるよね。聖なる傷ってあるけど、まああなたは全然ね、これからもね上昇していく。まあカルマ、まあカルマを原動力に登っていけるよって。でさらにはどんな状況であっても自分の愛するものを、愛する気持ち、守る気持ちっていうもの、それは当たり前、とても自然なこと、そういうレベルでとっても良い上質な愛の波動っていうもの、これからも培っていけるよ、伸ばしていけるよって。でこの真ん中だよね。だから傷、自分の中の傷を聖なるものとして、それをなんか隠すんじゃなくてね、むしろこう工事のレベルへと昇華させることができるよって。まあこのカードのさ下にあるワンドの6はね、勝利、一過性の勝利だけれども、身近なところに裏切り者がいるよっていうカードだよね。だから何かあったんだろうね、やっぱりね、衝突がね。だけどあなたはそれを自分の中でね、高い次元にまで、その痛い思い出、傷を高い次元まで導くことができた。で決してね、お相手さんのことも否定してないんだよね。だからちょっとなんかお相手さんも多分ね成長したいし、あなたに対して感じるところはあるのかもしれない。ひょっとすればあなたがとても神々しく見えてるかもしれないよね。だからなんかお相手さんをこう図らずもね抑圧してしまってるような、お相手さんが焦りを感じてるかもしれないし、だけどこのカードを見ると、あなたはあなたの成長を続ければいい。間違っていない。このね神聖な傷と通ずるカードがまた出てきた。犠牲ね、生贄とかっていうカードだけど、下にはカップの3があるわけだけどさ、何かあなたが耐えなくちゃいけないことがあった。だけれども他のカードを見ると、とてもいいんだよね。
もうポジティブな喜び、自分の、望みが花開く成就で、こっちはちょっと大胆なぐらい、勇気を持って前進するっていうカードで、なんかここら辺を見ると、ひょっとすればあなたは自分の辛かったこととかをなんか我慢しちゃう方かもしれないね。なかなか表しづらい人かもしれない。だからお相手さんからすると、とてもあなたが大きく見えるんじゃないかな。ひょっとすればもうちょっと定時の、バイブレーションの中であなたとまどろんでいたいっていうような、そんな甘えがある方かもしれない。だけどあなたはそこに甘んじれない人なのよ。そういう意識っていうのは隠してしまう。それはもう我慢して当たり前。むしろそれを動機として奮起しなくちゃいけないんだって、そういう形で明るく振る舞っていく。なんかそんなメッセージが降りてくるよ。あの人はあなたをどのように見てるか、とても大きく見てる。今のあなたはね。だけど本心としては、この方はもう過ぎ去った季節だよ。木漏れ日にあぶり出されて地面に焼き付けられたあなたの影を見てるの。時にあなたを称賛するかもしれない。素直にだけど結局甘えたくてももう甘えられない、甘えることを諦めた子供とその母親の関係性のように切なくなるかもしれない。あなたがだから眩しすぎて、お相手さんがかき消されていくのが見える。あなたはこういう優しい気持ちがあるけど、一体お相手さんが何を望んでるのか、自分の何を見てるのかがちょっと捉え難いかもしれないね。お相手さんも頑張って成長してるけど、ちょっとあなたと成長の方向性がずれてるかもしれない。求めてるものが違うかもしれないね。結構やっぱりあなたは一人の人だけじゃないのよ。悪く言えばちょっと八方美人的なのかもしれない。だけどもっと本気でそう思ってるでしょう。だから一人の人だけじゃなくて、本当に周りの人たち幸せにしたい。ハスの蜜ってなってるけど、自分が本当に良いと思えるもの、これだって思えるものを皆と分かち合いたい。だからあなたを自分のものとしたい人からすると、ジェラシーだよね。それはジェラシーを感じてしまう、やっぱお相手さんがやっぱおぼこいっていうことなんだけど、なんかそんな感じがするな。だからそこら辺がそこら辺のズレの中であなたのことをお相手さんは捉えてるよ。ただ目下あなたは自分の本当陰のパートだよね。それをしっかり原動力として
花開ける人っていうのが何より出てる、強く。だからあなたはこのまま成長すればいいと思うよ。いいですね。一目惚れって降りてくるね。あなたに強烈に惹かれた。ドミニオンってなってるけど、ワンドの2だよね。あなたをやっぱりほっとけない、支配したいっていう気持ちに駆られてる。体の位置には皇帝が来てるよね。だからこの方はね、あなたと出会って増長する、強くなる。逆三角形でいうとね、5の位置がチェンジになってるけど、変化を求めてたんだろうね。うっせきしたフラストレーションをあなたが解放してくれる、この方のパンドラの箱の鍵があなただったんじゃないかな。こっちはバンドの9でね、やっぱりすごくね、追い詰められた状態だったよってね、伝わってくるんだよね。だからそこでもうドーンってね、あなたっていう存在が現れたよって。ただちょっとなんか束縛してしまうっていうのは出てる。あなたのことを愛しているよ、愛してるんだけど、あなたのちょっと陰性のパートに惹かれてるのかな。例えばあなたの心配性な一面とか、あなたの弱さに過敏に反応してるよ。あなたはあなたの陰性のバイブレーションを否定せず長年うまく共存して生きてきた。あるいはそうするしかなかった。ネガティブなパワーに耐性がある。一方お相手さんも本質的には心配性の人かもしれない。だけどね、その不安が耐えられないタイプだから、蓋をしてから元気を出していくタイプかな。だからあなたといると、そのね、闇のパート開かれてしまうようなスリルを感じるんじゃないかな。そしてあなたの前で俺は大丈夫だよっていうようなから元気を出すところにエキサイトを感じてる、エキサイトしてる。あの人はあなたのことをどのように見てる？まず強烈に俺の好みだって見てるよ。だけどその内訳は、あなたの陰のパートにね、引きつけられてる、引き寄せられてる人かな。
お相手さんはね、あなたを束縛したがるんだけど、あなたの方が強くなっていくのかな。うん。あなたのね、その心の中のイメージっていうのかな。自分の中の願う通りのビジョンっていうのが、現実の世界で現象化されていくよって。糸を紡ぎ出されて、糸が紡ぎ出されてね、そして織り込まれていくように、あなたのビジョンっていうのが実現していく。で、これはエンペラーにかかってるんだけど、このカードもとても強いんだよね。私の思い通りに支配してやる。コントロールできるわよっていうカード。で、これはアイボリーウィッシュフルフィリングクロード。幸運のカラスだよね。あなたの望みが叶うというのはとても幸運の、ラッキーなカードが来てる。なんだろう。なんか結局あなたを支配してるんだけど、あなたをね、ちょっと弱い人と見て、俺がいなきゃ、俺が守ってやらなきゃっていうような感じ。だけどあなたと惹かれ合ってるのは、心の陰性のパートで惹かれ合ってるのよ。で、あなたはその陰性の部分っていうのを自分の中でしっかり、下せてるんだよね。自分の弱さを認められてる。で、それを認めてそこから一歩踏み出してる。だけどお相手さんは違うのよ。まだ認めてないのに、俺は大丈夫だっていうような形で、そう頑張っちゃってる人かな。だからそれがだんだんあなたの中で、ちょっとこう、見透かされてしまってね、見透かすことができてしまって、ちょっとしらけてきちゃうかもしれない。そうだな。お相手さんとっても頑張ってんだよ。だけど、エンペラーなんて出てるし、あなたの前で皇帝でありたい。ね。俺がしっかり二人の関係性の手綱握ってるんだって。だけど、あなたの中では結構、ちょっと冷めてきてるかもしれない。そうだけど、つながってる点に関してはそこなんじゃないかな。この方が強烈に惹かれてるっていうのは、あなたのやっぱりね、ちょっとそのダークな部分っていうのにとても惹かれてるって降りてくるよ。だけどね、あるいはあなたといるとこの方の持ってる闇のパートが開かれてしまうと。開かなきゃいけない。そのことがだんだん重くなってくる。あなたのことをちょっと重く感じ始めてくる。でも結構ね、外面がいい人だと思うのね。とても建前を気にする人じゃないかな。あなたとの関係性を丸く収めるためにね、これはこの方のエゴなんだよ。外面がいいからそう自分のね、こうその建前がこう暴かれるのが怖くて、あなたとの関係性を丸く収めようっていうようなその意識が働いて、だんだんあなたのこう強まるね、あなたの後手に回っていくよって。だお相手さんがあなたを支配してるようだけど、実のところ糸を引いてるのはあなた。マリオネットをね、操ってるのはあなただよって。そんな形かもしれないね。そういう形でこう立ち位置がこうね入れ替わっていく。こうか、上下で入れ替わっていく。そんな感じかもしれないね。だからそうなってくるとね、もうあなたに対する、あなたとの関係性へのこの方の依存が始まるんじゃないかな。
もうこの段階に来るとあなたはもうこの方の愛の浅はかを知りね、しらけちゃうだろうね。あなたにはね、伝えたいことがある、メッセージしたいことがある。この下のね、この幸せのカラスさん、これも何かね、吉報を伝えてくれるような、そんなカードに感じるんだけど、なんかこの方との、関係性、この方とのこう波長、今まで会ってた波長っていうのから抜けたがってるのかもしれないよね。あるいはね、この真ん中の秘密、ね、欺瞞、なんだろうねこの方がなんかこうあなたを縛っておかなきゃいけない、あなたを自分のもとに留めておかなきゃいけない、何かあなたにあなたに何かあったのかもしれないね。わからない。だけどそのことに関していや違うわよっていうメッセージをしたがってるのかもしれない。だけどどっちかっていうとこう下のカードがとてもいいから、なんかこの方との関係性にそろそろちょっとね関係性を卒業しかかってんのかなっていう、別の方に何か、メッセージしたい、あるいはね宣言みたいなものに感じるよね。こっちもそうなんだよ。そのなんか自立するとかさ、尊厳、自分がこう自信を持ってね胸を張って立ち上がるっていうような、なんかやっぱりお相手さんとても心配性で、あなたを見てると、やっぱりなんか心配させられるあなたを見てると、とてもなんかなんていうのかな、こう男心をくすぐられてね、なんか心配になってくるような感じ。これなんか女性は分かんないのかもしれないよね。なんかそういうあなたがそのなんか陰性の要素をくすぐる、そういう特質を持っててさ、なんかちょっと疑われちゃってるのかもしれないね。本当に彼がね妄想でね、あなたがひょっとしたら浮気してんじゃないかみたいな、そういうなんか疑いをかけられて、縛られてるのかもしれない。だからもうなんかそんな関係性にも嫌になっちゃってね、もうやってらんないわと、もう器のちっちゃい男だねといったところで、こう立ち上がってくるものがあるのかもしれないね。月の乙女の恩恵。あなたはあなたの力以上のことを成し遂げることができますよと。今現時点ではまだ無理かなって思ってることできるようになりますよと、そんなメッセージが来ます。月だからね、まさになんか、闇のね中からこう降り注ぐ月光、光かな。だけどなんかこうやってね異性にこういう気持ちにねこう疑惑を抱かせるような、そういう気持ちにさせるっていうのはあなたの一つの個性っていうかね、特権って言い方は変だけど、これをうまく使えたらなんていうの、あなたの力になるんだろうね。あんまり悪用しちゃいけないけど、おそらくなんかそういう魅力があるんじゃないかな。だから大の男がさ躍起になってね、
あなたをこう囲わなきゃっていうような意識になっちゃうんだろうね。だけどね、まあ、この2枚のカードだね。この2枚のカードは結構ねしらけてるね。もう何この程度の男だったのみたいな。最初のうちはなんかね、そうでもないかななんて思ってたかもしれないけど、いや本当に皇帝のような男じゃないのかって。だからだんだんなんかもう見切れてきたわっていうようなねメッセージが伝わってきますね。いかがでしょうか。うん、なんか、まあ、大きな心の乱れがある。デパウチってなってんね。カップの7、まあ、妄想のカードだけども、とてもその手地肉林とかとても乱れた、生活だけど、そうなる理由があるはずなんだよね。でそれがアジャストメントで、まあ、しっかりとこう調整する、バランスを取る。下にはこのタワーが来てるね、ドーンと。でまたこのプリンス・オブ・ワンズで暴走するよっていうのが出てる。で逆算のこの体の位置はダールカナ1のマジシャンだよね。なんかこのプリンス・オブ・ワンズと同じ感触を感じるんだけど、だからカップの9だから、まあ10手前まで来てるんだよね。ただその一つ足りない。やっぱりちょっと、愛なんだけどややこう物質寄りっていうか、ね、愛のトロフィーカップをやった9つ集めたぞっていうような、そんな意識かな。でそこまでは行くんだけど、なんか大きく変わっちゃう。あなたのトラウマがそのねフラッシュバックすることによってもう十分成長してね、克服した課題であるはずなのに、似たようなシチュエーションで人格に亀裂が入ってしまう。それはね、その原因はあなた自身も認識しているトラウマの仕業でしょう。でもね、そのトラウマを背負い込むに至る動線はね、ひょっとしたらわからないかもしれないね。なんでこんなにね乱れてしまうのか。なんか叫びたりって感じかもしれないね。もう真っ昼間からなんだ一時流行った安発泡酒、プロジェクトゼロじゃないな、なんだった、あったよね、9% の話題になった。そうそう、なんかそうそう、昼間っからなんかそのね9% のアルコール飲んでみたいな、なんかそうだな、大きなねなんか力があなたに働いてんだよ。
トラウマが原因だけど、そのトラウマを背負い込むに至る動線があって、例えばあなたの血統が温存し、そしてその血脈を下り現世内移動してきているカルマのせいだと降りてくるよ。あなたの両親もそのカルマの磁場に踊らされ、あなたに破壊的なメッセージを分かりやすく、でなければ愛のオブラートに包んであなたに与え続けてしまったのかもしれない。これ後者の方が余計こじれるよね。愛のオブラートに包んでると、これは後から大いにこじれる。あの人はあなたをどう見てる、そのあの人は誰かね。両親なのか。両親ならばあなたを育て上げたこと、この社会で揉まれながら自分なりに戦ったこと、それでこの血統下るカルマの青写真を見抜く力がね、もうない。あるいはそれを見なきゃいけないという動機すらもう見当たらない。だからあなたのことをね、いつまでたってもおかしなことを言う未熟な大人と見ている。これは悔しいよね。私だってなりたくてこんな風になったんじゃないよって言いたいけど、伝わんないんだからね。叫べば叫ぶほどね、無力になってくるよね、自分がね。疲弊して一番理解してほしいだろう人に理解してもらえない。で、理解してもらおうという衝動を起こすとまたドツボにはまってるからね。難しいよね、親と子のね、関係っていうのは。なかなかいいカードが来たよね。あなたの中の胸のわだかまりを、解放しなさいだね。解放されるよってことかな。だけどこのデバーチに株の7にかかってるから結構大きいけどね。壮絶な過去、壮絶に大敗した経験だよね。だから一時もあれに荒れたみたいな。なんかそのハートビートみたいなものをよく聞いて、自分の中で認めて、解放してあげなさいっていうカードかな。で、これは幸せのカラスさんだけど、あなたがまた突っ走ることに何かエールを送ってるよね。さっき親があなたをどう見てるかと言ったけれども、あるいは恋人がどう見てるかと考えた時に、あなたのことを神秘的に見てるかもしれない。トラウマやさらにはね、カルマの道理を見抜けないうちは、あなたのことが神秘的な人に見えてるはず。ちょっとこれは際どいメッセージかもしれないけど、聞こえてくるのはね、あなたが強くなって見破られちゃいけないよって降りてくるよ。今は明かす時ではないって。全てを共有する必要はない。あなたの背負わされた全てのカルマが、あなたの血となり肉となり骨となりね、確かなあなたを形成するまでちょっと走ってみなさいって。なんかそんなメッセージが降りてくるね。
でこれはタワーにかかってるんだけど、なんか全てを許して、前に進みなさいっていうのはポジティブなメッセージを感じるね。理解してだね。自分の中でしっかりと、落とし込んで、でそれでさあ行きましょうっていう感じかな。これもでっかいけどねでっかい、これも大イベントなんだけども、それもだけど、ひょっとすれば、ね、自分の中で解決しきれることじゃないかもしれない、経験じゃないかもしれないけど、ね、さっき落とし込んでって言ったけど、なんか落とし込みきれなかったにしても8分方ぐらいでもいい。なんか自分の知性で理解して、進んでみましょうって、なんかそんなメッセージが聞こえるな。このマジシャンなんかね、一応準備はできたよってね、必要な場面であなたがね切ることができるカードね、切り札は持ってるよって聞こえるんだよね。辛い経験だったけど、全てはやっぱりね許せないかもしれない。だけれども、そうだな、やっぱ知性で、理解して進むってメッセージが来るな。ここら辺はなんかこの調整にかかってるよね。うまく調整しなさい、バランス取りなさいって。だからこの経験が強烈だから思い出しちゃうんだろうね、やっぱね。ほとんどもうオートマティックに、感情が動いちゃうから、情動って言ってもいいかもしれないけど、だからやっぱり強い、知性が必要なんじゃないかな、考えることがね。これはだけど面白いね。これは禁欲とか禁酒の意味があるんじゃないかな。落ち着く、心を休めるとかね。だからこれにもつながってくるよ。自分の知性でうまくコントロールしなさいって。やや物質的な要素の強いね、ハピネス、このカップの9につながってくるね。このデッキではだけどハピネスになってから、ね、とても良いカードとして出てるよね。なんか飲みすぎんなよっていうような感じかもしれない。こっちがやっぱりこれが来てっからね。平等、そして動く、少しなんか不安げな顔ではあるけどね、なんかリンゴ、赤いリンゴ持ってさ、前向きになんかこう栄養つけて動き出しましょうみたいな、そんなメッセージ感じるよね。マジシャンにかかっててね、なかなかいいんじゃないかな。だからこのプリンスのワンズのさ、ちょっと荒ぶる、もう闇雲にもう今がむしゃらに突っ走るみたいな、そこになんかうまくね、このちょっと優しめの落ち着いた力っていうのがねかかってくるといいと思うけど。でこれどっちなんだろうな。私はなんかね喋った方がいいと思うよね。自分一人で抱え込んでるとなんか多勢に無勢な気持ちになっちゃうよっていう、そんなんが降りてくるんだよね。だから、今自分が抱えてるね問題っていうのをね周りの人と共有することで気持ちが楽になるんじゃないかな。これがだからなんか自分の心のバランスを保つ秘訣
秘訣になってくんじゃないか。だからなんかさ、一時荒れすさんだ自分の黒歴史みたいなもの、全部をね自分の中で許せてないかもしれないけど、それを語ってみることで、和らいでいくかもしれない。日の出の姉妹。あなた一人でもやっていけるでしょう。だけどやっぱり周りの人たちと協力すること、周りの人たちと共有できるだけのあなたに強さが備わっていますよと。一人で抱え込んでるよりやっぱり周りの人たちと連携を取ることでね、発展していくよと。日の出なんでね、昇っていくよと。だからなんかな、このやっぱなんか自分の隠したい過去みたいなもの、それがやっぱあなたの人生、あなたというね存在のやっぱり決定的な、あなたという存在をかたどってる決定的な、素材なんだよね。重要なパートになってるから。だからここを語らずして、このカップの7を語らずしてあなたという存在を理解はできない。で仮にその親との関係性とかだとなかなかやっぱ難しいかもしれないよね、やっぱり。だから今までなかなか接点を持たなかったような人とつながってみると、とても親密になれるかもしれないね。あれこんな感じで広がってくんだって、そういう驚きがあるかもよ。そしてね、そんなこうがむしゃらにさ進んでいくあなたを見てる人がいるから、あなたのことを、ちょっと神秘的な人だなって、自分にないものを持ってる人だなって惹かれる人がいるよってね、そういう異性が見てるからね、いいですね。